皆さん食べることは好きですか？日本では中華、イタリアン、和食、コリアン、フレンチなど様々な種類の食を楽しむことができますね。そこで今回はまだまだ日本人にとってマイナーなネパール料理について詳しく深掘っていきたいと思います。ナマステエブリバディ、ガイさん is here。皆さん早速なんですけども、ネパール料理で有名な食べ物は何ですかと聞かれたら何を思いつくでしょうか？おそらくまだネパールに行ったことがないよって人は、ネパール、インド、カレーかなっていう人だったり、はたまたネパールにもうすでに行ったことがあるよっていう方でしたらね、ダルバート、国民食、毎日ネパール人が食べてるダルバートを思い浮かべる方もいるかと思います。以前こちらの動画でダルバートについてはもうお腹いっぱいになるくらい詳しく説明したので、もし気になる方はぜひご覧ください。このダルバート以外でネパールの人気な、また有名な食べ物って何なんでしょうか？ネパールにはたくさんの美味しい食べ物があるので、今回は人気トップ5ということでご紹介していきたいと思います。今回はいろいろとリサーチしてですね、ランキング付けをしまして、その中でも私の大好き順に紹介をしていきますので、後半になればなるほど皆さんが知らなかったのこの食べ物っていうのがあると思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルはネパールに関わる様々な情報を発信しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録とコメント欄で応援してください。では早速内容に入っていきましょう。ネパールで人気な食べ物一つ目は、なんといってもモモです。モモといってもフルーツではありません。そしてイントネーションも違います。日本のフルーツは桃ですよね。でもこのネパールのモモはモモなんですよ。桃ではなくてモモなんですね。これはいわばネパール版の餃子です。もともとはチベット料理のようなんですけども、ネパールではマサラと言われるカレー味のスパイスを使用します。ですから簡単に言えばカレー味の餃子ですね。それがスパイスの効いたスープに使っていたり、ディップするためのペースト状のソースと一緒に出てきます。その形状は一般的な餃子のような長めの形のものもありますが、小籠包のような丸型のものもあります。都会の高級レストランから街の小さなお店、さらには路上の屋台でも食べることができます。このモモは手っ取り早く安くて一皿食べるとお腹が満たされるので、ネパール人また観光客に大人気です。では次にこのモモの作り方についてもご紹介していきたいと思います。まず最初は何といっても肝心要なモモの中身ですね。やはり餃子と同じで大抵ミンチ肉を使用します。肉は主にバフ、水牛肉が使われます。他にも鶏肉、豚肉なども使用されます。そしてキャベツ、青ネギ、ニラなど季節の青物を細かく切ってミンチ肉に加え、塩コショウ、スパイス、すりおろし生姜、ニンニクも加えて混ぜ込み味の深みを出します。またベジモモ、いわゆる野菜モモ、肉を使わないモモも作り方は同様です。日本では市販の餃子の皮を使用しますが、ネパールではモモを作るたびに小麦粉と水を練って皮の準備をします。ネパールで市販の餃子の皮を見かけることはありません。練った小麦粉を一口大にちぎって丸め、綿棒で伸ばしたらモモの皮完成。そして先ほど用意した中身を皮で包むと桃の完成です。日本では焼き餃子が主流ですが、ネパールでは蒸し桃が好まれます。とは言ってもですね、最近では蒸しだけではなくてですね、油で揚げたフライ桃、焼き餃子のようなコテ桃も見られるようになってきています。僕はフライ桃が大好きですね。そしてなんとも桃を美味しく食べるために欠かせないものがアチャールです。このアチャールは桃にかけるソースです。桃のソースは各家庭、レストランによって様々であって、こうでなければならないという決まりはありません。スープのようなアチャール、ペースト状のアチャール、いりごまをメインにしたもの、いり大豆の粉を使用したもの、カシューナッツをピリ辛トマトソースに混ぜたものなどなど多種多様になります。ちなみにネパールでは家族や親戚、友達が集まった時にですね、桃作りパーティーみたいのをすることがよくあります。日本でも、餃子作りだったり、お好み焼き、たこ焼きパーティーみたいなのしますよね。そんな感覚でたしなまれている料理となります。では次にネパールで人気な食べ物2つ目はセルロティです。このセルロティ、ネパール発祥の食べ物で、見た目はドーナツです。でも材料は小麦粉ではなく米粉、
なので全体的には硬く、表面はパリッとした感じになっています。お米の甘みをほんのり感じられる軽食でもあって、大きな豪華なレストランよりも大衆喫茶店などでよく食べることができます。またセルロティは紅茶やじゃがいも、豆類のおかずとともに食べるのが一般的です。このセルロティ、特別めでたい日にも食べることがあります。ネパールの大きなお祭りの一つであるティハールは主に光のお祭りですが、セルロティのお祭りとも言うことができます。なぜならこのお祭りの時期にほとんどの家でセルロティを作り、訪問客にそれを振る舞います。そしてこの時期はハーベスティングシーズンといってですね、収穫時期でもあるんですよ。なので日本と同じように秋頃にお米を取って、この米から米粉でセルロティを作るっていう感じですね。ティハールのお祭り以外にも特別なお祝い事の時にもセルロティを作ります。例えばネパールのある民族は結婚式の時にお婿さんの家族がお嫁さんの家に行く時、セルロティを作って持っていき、お嫁さんの家族に渡す習慣もあるようです。それではこのセルロティ、どのように作るのでしょうか。先ほどもお伝えした通り、セルロティは米粉から作られています。米粉を数分水に浸して、お好みで砂糖、バター、香辛料を少々加え混ぜ合わせます。こうしてセルロティの大元の部分が出来上がりますね。ほんと見た目で言うとですね、お好み焼きやたこ焼きの元みたいな感じになっています。種の部分ができたら、それを高温の油で揚げていきます。形はドーナツ型です。でも型があるわけではありません。ロートのようなものに種を満たしておいて、油の中に円を描くように落としていきます。これ難しいのがですね、これ入れてから最終地点に戻ってくる、ここがまず難しいんですよ。これつなげたいので、ドーナツなんで。このセルロティ、おやつみたいに食べられますので、ぜひいろんな場所で楽しんでみてください。では次にネパールで人気の食べ物3つ目、少し辛めのチョイラです。このチョイラ、ネパールの民族の中でも高度な食文化を持っていると言われるネワール族の食べ物です。ちなみに僕の彼女はネパール族。でも今では他の民族もみんな大好きな食べ物の一つになっています。日本ではこれに似た食べ物はあまりないのですが、いわばお肉のマリネのような食べ物です。特にお酒を飲む人にとっては欠かせないアイテムで、酒のつまみのような位置づけで食べられることが多いですね。また酒のつまみ以外にも、儀式好きなネワール族は親族で集まって宴会をするときに干し米、血裏とともに野菜やお肉などいろいろな食べ物を食べるのですが、このチョイラは主役的な存在として好まれています。と言ってもですね、僕の彼女を含めネワール族結構ベジタリアンの方々も多いんですね。なのでこのチョイラすら食べたことがないよっていう人も結構います。でこのチョイラは肉料理なのでいろんなお肉を使うことができます。例えば鶏肉、マトン、アヒルの肉でも作ることができます。でもやっぱり一番美味しいと言われているのはバフ、水牛のお肉です。ネパールでは日本でいう牛さんは神様として崇められているので食べないんですけども、水牛は食べていいんですね。また先ほどから紹介している民族ネワール族はこの水牛を食べ尽くすプロと言われております。なのでこのネワール族が住むコミュニティの中にあるチョイラを売っているレストランとかはめちゃめちゃ美味しいという評判です。しかし先ほどもお伝えした通り、私の彼女はベジタリアンなので連れて行ってくれません。食べさせて。また先ほどネワール族は水牛を食べ尽くすプロと言ったんですけども、胃、舌、肺、脊髄なども料理することができるんですよ。怖いです。怖いとか言っちゃうよね。それではこのチョイラの作り方をご紹介します。こちらめちゃめちゃ簡単なので絶対に家でも作ることができますので試してみてください。まず肉の塊の一番いい部分を選んで薄く細長く切ってバーベキューのように網で焼いたり、フライパンで油を引かずに焼いていきます。またこの時お肉の80から 90% 程度にのみ火を通していきます。そしてその肉を小さく切ってスパイス、マサラとよく混ぜていきます。チョイラの主なマサラは唐辛子、ニラ、ニンニク、菜種油、キャノーラ油です。お酒を飲まれる方にとっては本当に酒のつまみとして最適です。では次にネパールで人気な食べ物4つ目、ディドについてお話していきましょう。ネパールの主食はもちろんお米なんですけども、
ご飯の代わりにディドというものを食べられることもあります。ご飯はお米からできていますが、ディドはいろいろな穀類の粉で作ることができます。例えばトウモロコシの粉、四国冷え、そば粉、小麦粉など、日本でいうところのそばがきのような感じですね。一昔前まではこのディドは貧しい人々の農民たちの食べ物と言われていました。そのようなことからネパール人の中ではディドを食べることは恥ずかしいことだ、貧しい人間と思われてしまうという固定観念にとらわれてしまっていることも多いんです。ネパールは山岳地帯が多く、そんな場所では米より他の穀類の方が生産されていました。そしてディドはゆっくり消化されるので、農家の人たちはディドを食べた後、畑で長時間労働することができたんですね。しかし現在、貧しい人々の食べ物と言われていたディドへのネパール人の見方が変わってきたようです。白米よりも健康的な食べ物であることがいろいろな調査で確証されてきました。時代は近年大きく変わり、都市部の多くの人々は糖尿病を患っているので白米を食することができません。医師たちは白米の代わりにこのディドを食べるようにアドバイスします。そんなこともあってですね、医療が発展している都市部などではレストランでも今このディドが食べられるようになってきているんですね。そしてそんなレストランではですね、このネパールの国民食ダルバートよりも高い値段でディドが取引されているんです。これ本当に面白い現状ですよね。もともと貧しい人々にとっての食べ物だったわけですよ。ということは値段も低いはずですよね。でも糖尿病の人が増えて、そういった健康的な食品がもっと必要だよっていう需要が増えたから、このディドを高高値で売ることができる。なのでもともと貧しい人々がそれを売れるような流れを作ることができたら、非常に経済的には回りますよね。またこのディド、食べ方も非常にユニークなんです。ディドの食べ方なんですけども、一口大に手でちぎるんですね。でこれをおかずとかにこうやってつけて食べていきます。食べる時にやっちゃいけないことが噛むことなんですよ。このネチャネチャして噛みたいと思うんですけども、これを飲み込んでこの喉越しを楽しむっていうのがこのディドの本来の食べ方みたいなんです。粉のザラザラ感、もっちり感、不思議な飲み心地が醍醐味だそうです。イメージをするなら、すいとんよりも柔らかく、餅よりも粘り気が少ないって感じでしょうか。都市部や外国に住むネパール人にとっては、故郷や家庭を思い出すくらい文化や人々の生活に根付いている食べ物と言われています。ではここでディドの作り方も見ていきましょうか。これもめちゃめちゃ簡単です。まず鍋にお湯を沸騰させ、その中に粉を入れて長めの木べらでゆっくり混ぜていきます。すごい柔らかくもなく硬くもなくちょうどいい感じになったら出来上がりです。これだけ。では最後にネパールで人気な食べ物5つ目、グンドゥルックです。グンドゥルックは簡単に言えばナッパの保存食です。これも以前は貧しい農家の人たちが食べるものだと言われていました。畑で青物が取れない時期のために保存しておいたのが始まりです。からし菜や大根菜などのナッパ類を軽く干してしんなりさせた後、刻んで壺や瓶に詰めてひたひたになるまでお湯を入れて、日当たりのいい土の中に埋め、酸味が出るまで1週間ほど発酵させていきます。そして天日干しにして乾燥させて出来上がりです。発酵乾燥保存食ということで、今では村だけではなく都市部の方でも広く愛されている食べ物となっています。不思議ですよね。このグンドゥルック、私もネパールに行った時ですね、このスーパーに売ってあった時があって、でそれをこう食べてみたことがあるんですけども、枯れ草にしか見えないんですよ。で食べるとこの酸味があってですね、まあこれハマるんですね。日本でいう干し昆布とかさ、そのまま食べれるわかめとかあるじゃないですか。あんな感覚ですね。こちらグンドゥルックについてはですね、作り方ではなく食べ方についてご紹介したいと思います。グンドゥルックはカレーやスープに入れたり、水戻しして和え物にしたりして食べると旨味が増して美味しいです。発酵しているのでほんのり酸っぱい味がしますね。これがご飯やディド、ロティやチウラなどのおかずとしてたしなまれています。
ネパール都市部に行った時はですね、スーパーで買うことができる。またもし村の方に行くことがあったら、ぜひ自家製のその場で作ってもらえるグンドゥルック食べてみてください。はい、ここまででネパールで人気な食べ物5つダルバートを抜いてご紹介してまいりました。簡単に復習していきましょう。最初が子供から大人までいろんな人々に愛されているモモでしたね。そして2つ目がお祭りごとや軽食で楽しまれているセルロティでしたね。そして3つ目がお酒のお供、少し辛めなチョイラでした。そして4つ目が健康的な主食ディドでしたね。そして5つ目が発酵健康乾燥食品であるグンドゥルックでした。どれも素朴ではあるんですけども、少し食べてみたいなと思った方いたら、この動画作って本当に良かったなって思います。このチャンネルでは皆さんの知らないネパール情報をどんどんと発信していきます。ぜひ高評価とチャンネル登録絶対にお願いいたします。他にもネパール料理たくさん美味しいのありますよね。なのでそういったものをコメント欄の方で皆さんで共有してくれると嬉しいです。また、ガイさんの公式 LINE の方も作りました。こちらでは公式 LINE でしか手に入らないネパール情報を発信していきますので、ぜひ登録の方もよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。ナマステ。And please subscribe our channel and press like also. Share our video also. Bye.